じゃあ家に帰ってきたので、はい、今5分前ぐらいに閉めたばっかりの、はい。で、よいしょ、こんな感じですね。ヒラメ。はい。じゃあね、今からこれをさばいていきますんで。緊張しますね。のつくもさばき慣れないと。さばき慣れないです。まあでもね、原理は一緒だと思うんでね。はい。釜から料理人というわけじゃないから。そうですね。イメージ。ここが肛門やね、多分ね。あ、こんな上なんですか、肛門は。ここがここお腹プニプニやから。でこっちがいわゆる背中ですね。普通の縦で泳いでる魚で言ったら背中でお腹みたいな感じだから、ここの釜から落としちゃえばいいと思います。やってみます。でここは薄いからこう入れたら、これやっぱりね、安いようにこういう感じですね。あ、これ肝もいけるんじゃないの？なんか美味しそうな肝が。はい、なんか見えましたね今ね。なんかめっちゃ美味しそうに。ああ、いいですね。これちょっと待ってよ、大事にしよう。ニガ玉がね、多分大体ついてるので、これがニガ玉ですね。はいはいはい、ちょっとそれっぽいですね、なんかね。これを潰さないように。ですね。これ見ただけでお酒飲みたくなりますね。いやもうこれはね、早速下処理をしておきましょう。すぐなりました。あ、お酒につけたと。これで臭みを消しておきます。さすがもう手慣れたもんですね。いやいや。これをさばくのはでもね。ここに多分ヒレがあるんですかな、今引っかかった。ほらやっぱりね。こうでヒレがあってここにも釜がある状態だから。入れてやれば簡単になりますね。はい。これはまた粗処理してうちの味噌汁の材料にします。はい。非常に綺麗ですね。本当ですね。もう男の子ですね。多分これ白子になりかけのこれが。へえ。それが白子になりかけのなんか清掃みたいな。清掃の未熟ですけどまだね。こんな感じですね。これが普通とね、多分結構中まで広がってくると思う。詳しいな。青物の時もそうですけど、この血合い部分ですね。はい、ここは臭みの原因になるので、ちょっと包丁でこう傷つけてやって。しっかり落としてある。そうですね。極力ね、やっぱ魚水に当てたくないですけど、こう臭みが出るとこはね、もう割り切ってきれいに処理しておきましょう。今日はちょっともうあれがササラとか出してないので、こういう平べったい魚は5枚おろしって言ってね。なんか5枚とか聞きますね。はい。で、やっぱりおろす時もね、目安線になるのがこの側線ですよね。大体側線上のこの延長線上にさっきのこの脊髄があるので、ここに入れてやって、それぞれの方に5枚におろしていくという感じで。じゃあやっていきますね。はい。ここからこの線に合わせてですね。こう入れてスーッといきます。入りましたね。真ん中の骨のところをスッといったと。そうです。で腹はこれ薄い方で、腹の方が多分最初やりやすいと思います。ここで腹骨を切れないですね。でこう無理そうだったらプロではないので、もう簡単にハサミでいっちゃいます。ここの
あばら骨、あ、はい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 、あばら骨がこの脊髄、この真ん中の脊髄とくっついてるので、これもすごい音しますね。じゃあこれ何の魚でもちょっと慣れてなかったらハサミで切っちゃった方が楽と、こう身の切れ目の断面も綺麗ですし、無理やりゴリゴリしちゃうと、やっぱ、身が傷むし、そうですよね、で怪我をする可能性もありますから、はい、じゃあここも腹までは取れたんで、あとはイメージこう骨に沿っていく感じですね、うまくいけるかどうかわかんないですけど、はい。でね、これも一気に行こうとせずに、ちょっとずつタイの時もそうこの音を聞きながら、ね、ゴリゴリという音をやればいいんじゃないかなと。こういう感じで、まあ身残らずね、いってますね。でここからがね、反対側はどうですか？いやまずはね、この縁側をねいかに取れるかやけど、もうギリギリまでこっちからそうなんですよ。ヒレの手前まで。そう。なんか綺麗にできてる。ここがいわゆる縁側ですよね。なんか見たことあるような感じですね。これであとはここもこういってもいいんだけども、ここもガイドを入れてやると。ちょっと不安な時はハサミをうまく活用すると。活用してやるとね。あ、いいですね。いいですね。縁側もなんか綺麗に取れるでしょうね。はい、こういう感じですね。いいですね、キッチンバサミ。これが包丁で、プロの方とかは多分できるんですよ。だけどやっぱ僕みたいに素人やると途中で切れちゃったり、ヒレがくっついてきたりとかしたんだけど、これもう全然無駄なく取れてますよね。めちゃくちゃ綺麗にできましたね。いやー、いいこと聞いた。こういうのがね、楽に綺麗にさばくための、やっぱでも知恵ですよね、それはね、本当ね。料理人じゃないからね、普段みんなできる人はなかなかいないと思うからね。でも上手にやりたい時はハサミを使うと。ハサミを、はい、かっこつけなくてもいいと思います。いいですね。はい、じゃあ今度半身ですね。これはもう簡単です。もうこっちの身がないからもう沿わしていく。で別に焦らず、はい、どうしてもねこの脊髄が一番山になってます。でちょっと傾斜があるので、山の高さで、引いていっちゃうと骨にだいぶ身が残っちゃいますから、少しずつこう骨に沿って、はい、この音を聞きながら、なんかこの音を聞いたらすごい上手にさばいてるような気がしますけど、何にもただゆっくりやってるだけでいや僕もなんかこの音がしてたら上手だなと思っていやでもね全然上手な方が見たら違うって言ってるかもしれないですけどでもね釣り人がやりやすい方法っていうのがね、そうですね、一番ですよね。そうやってるわけじゃないけど、釣った魚をやりたいって時にね、家でする分には別に多少ここに身が残っても、ただ出汁にすりゃめちゃくちゃ綺麗にできましたね。いや全然自信ないですね。はい、じゃあこれももうかっこつけずに、いやめちゃくちゃ綺麗ですよ。ね、全部包丁でやったらここがね今かっこつけないでって言ったのに早速失敗しましたけどね。そのカメラに映りやすいようにしようと思うと縁側が残んないですよね、多分下手に包丁でこうね。そうなんですよ。やるとね。はい、これで2枚目ですね。はい。今度裏返して、
裏も基本は同じような感じですか？同じです。はい。なのでやっぱりここに向かってのこの線があるので、はい、そうためらわない、はい、何度も包丁入れちゃうとねミスのもとです。これくらいかな。はい。骨の上にこう入ってでなら形的にこっちから行きたいな。またさっきの腹骨がこっちにも、はい、ここの今度こうねお腹の内臓を包んでる骨があって、さっきここを切ってのけました。今度はこっち側こうなってるから、そこを切っていきます。ここが本当難関というか、そうですね。別にタイにしてもそうなんですけど、本当腹骨のね、普段やらない人はちょっとそこが僕とかもそうなんですけど、なかなか大変だなといつも思う。でもハサミ1個あればそれは解決。まあタイの場合は骨が太いので、よく見分きを選定するハサミ、枝切りバサミみたいな、あれの方が力が入ります。それぐらい強力な骨で、はいはい。きれいにできております。いい音がしております。そうですね。こんな感じで、ここはちょっとあれかな。ここはちょっと失敗したな。こっちが骨がついちゃったんで、まあこういうのリカバリーをすれば、はい。リカバリーもうまいですね。こんな感じで完璧なつながってるみたいな。縁側を多く残したいとかってやって攻めすぎると失敗します。欲張りすぎるとちょっとね。なのでまあまあそこはご愛嬌という感じで、さっきのリカバリーのとこが難しいな。でも綺麗に。そうですね。バッチリです。もうこれすごく綺麗にもうこれ透き通ったくらいで、あんまり無駄なく取れてるかなと思いますね。よいしょ。いいですね。はい、じゃあ次反対の。よいしょ。でももう入れやすいとこから入れていったんで、ここがねこう三角になってるんですね。こう。なのでそれからこう斜めに落としていく感じですね。骨までサービスしてやると。ちょっとさっきねここはヒレが脱落しちゃったんで難しいですけど。欲張ってまた失敗しそうな予感がしておりますが、ここはちょっと失敗した。よし、これからそこ。いい感じです。はい、これで、枚数的にまずこれが1枚、はい、で2枚、でこれが3枚、4枚、5枚というので、これが5枚おろし、平たい魚でやるさばき方ですね。よかった、なんとかここまで分かりました。綺麗にできました、できました。初めてなのにすごいですね。まあカレーでねやったことがあったので、骨とかさっきの頭、これはいい出汁が出るので、カレーより
生きたっていうか魚を食べてるフィッシュイーターってなるとやっぱうまみの蓄積がやっぱ多いんでしょうね。なのでそれで出し取りゃそれは美味しいですよね。